気持ちを理解してもらえずに批判的に解釈されることが多ければ、自分の意図通りに伝わらないことを無意識で恐れるようになってもおかしくありません。そこで、このような人の中には、友達と話すときにも、自分のことをきちんと分かってもらいたくて、これこれこうでこうだったんだという必要のない詳しい説明を聞かれてもいないのに、必要以上にペラペラ話す人がいます。相手は、なんでそんないらない説明するんだろう。なんかこの人変だな、と感じているかもしれません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の人の気持ちがわからないアダルト・チルドレンという動画で、人の気持ちがわからない原因や症状、人の気持ちがわからない人はどのようにしていけばいいかという話をしました。アダルト・チルドレンは人の気持ちがわからない親に育てられたために、自分自身も人の気持ちがわからなくなっている人が多いです。ここまでは仕方のないことだとするならば、次が大事です。アダルト・チルドレンはこのように動画などを見て努力して自分を変えようとしている立派なタイプと、自暴自棄になって人生を諦め自分を変える努力はせずに周りに悪影響を与えるだけのタイプとに分かれます。両者は運命の差があるだけに、どっちのタイプになるかがとても大事です。今日は後者のタイプの人の気持ちがわからないまま、気づく努力も認める努力もしないまま、親になった人に育てられた人の苦労を取り上げたいと思います。1、子供の気持ちがわからない親の原因。2、気持ちがわからない親に育てられた人に欠けていること。3、気持ちがわからない親に育てられた人に起こり得る症状。4、ポイントの振り返り。5、すぐにできること。このような順番で話します。前回の人の気持ちがわからないアダルト・チルドレンという動画で、抑圧が多い人、心の必要性が強い人、心が未成熟で人に関心がない人、親との間でコミュニケーションがなく心理的に一人で生きてきた人、人が怖い人、ナルシシストなどは人の気持ちがわからなくなると話しました。前回の動画では、人が怖い人とナルシシストについてはあまり触れなかったので、この動画では人が怖い人とナルシシストから話します。まずは人が怖い人はなぜ人の気持ちがわからないのかということを脳の側面から考えてみましょう。脳を細かく話そうとすると複雑だし、言葉も難しいし、わかりづらくなってしまうので、ここでは大雑把に簡単に脳の仕組みを話したいと思います。まずは脳科学者の友田明美先生は、内側前頭前野と扁桃体は一方の活性が高いと他方の活性が低いという相反関係にあることが示唆されているとご自身の著書の中で述べられています。これはどういうことかというと、扁桃体は恐怖を司っているところです。前頭前野はいろいろな役割があるのでだいぶはしょりますが、前頭前野の一部は共感に関わっています。そして扁桃体が活発に働いているときは前頭前野は活性が低くなるということです。つまり恐怖ばかり感じている人は脳の共感する場所が働きません。
自分が怯えているのに人を思いやることなどできないということです。なので、不安や恐怖が強く人生全般に怯えている人や人が怖い人は自分を守ることしか考えられません。子供のことなど考えられません。これはとんでもない親だというより、ある意味人間なら当たり前のことですが、このような親の中には、過度な心配性や過干渉になる親もいます。傍から見ていると、過度な心配性の親は子供のことをすごく考えているように見えるかもしれませんが、実際は不安や恐怖ばかりを感じていて、脳の共感する部分が働いていません。つまり、自分自身がものすごく不安を感じていて、子供の気持ちが全くわかりません。人が怖い親も同じです。本当の意味では子供にまで意識が回りません。次はナルシシストの親を考えてみましょう。ナルシシストの親は対子供との問題で自分が間違っているとは気づきません。認めません。ナルシシストは本当は心の底でひどく自己蔑視をしています。それを自分にも認められないほどひどい自己蔑視です。だから猛反発して自分は特別に素晴らしい人間だと思い込んでいます。つまり現実通りに自分を見ているのではなく、現実を偽って自己陶酔をしています。自己蔑視がひどすぎて、そうしなければ生きていけないということです。このようなナルシシストは、自分は素晴らしい人と思い込んでいるので、他者を見下してやたらと上から来ます。そこで周りの人に、あなたは現実通りに自分のことを見ていませんよ。あなたはそんなにすごい人ではありませんよ。というような目で見られると、激しく傷つきます。激しく傷つくから怒りも激しいです。憎しみの塊となって猛攻撃してきます。憎しみがすごいから粘着力もすごいです。このように必死になって現実を見ないように偽った世界に生きています。これを続けるには自らの力を誇示する必要があるし、現実の相手を見るわけにはいきません。そこで他者への共感力はゼロです。つまり全く現実と接していません。本当の相手と接していません。だから全く、本当に全く、本当に本当に全く人の気持ちがわかりません。このようなナルシシストが親になれば、子供に対して、親になんてこと言うんだ、子供のくせに、とても横柄な態度になります。これも自らの力を感じるためです。現実にはないものを感じないといけないのです。だからとても横柄になるし、子供が尊敬しないと激しい怒りになります。また、例えば、子供とはこうあるべきだと思っていれば、子供もそう思っているだろうという独善的な解釈になります。子供がそうなりたくないと言えば、あなたはまだ子供だから分かってないの。あなたのために言ってんの。となります。あるいは、反抗するなんて悪い人と付き合っているのではないか。親に隠れて宗教でも始めたのではないか。というような解釈になります。要するにナルシシストは自己中心的で自分しかない世界に住んでいるので、自分の都合のいいように解釈します。自己中心的なので、子供の話を聞こうという意識はなくて、子供に話を聞かせようという意識です。
子供に自分の人生を生きさせようという意識ではなくて、子供の人生をコントロールしようという意識です。一番厄介なところは、それでいて子供思いのいい親だ。こんなに子供のことを考えている親はいないと自己陶酔しているところです。嘘をついて子供思いのいい親だと言っているのではなくて、本気の本気で子供思いのいい親だと思い込んでいます。このようにナルシシストの親はめちゃめちゃ歪んでいるのですが、自分は絶対に正しいと思っているから話が全く通じません。だから当然子供は心が成長できなくておかしくなっていきますが、ここでも子供をおかしくしてしまったという解釈ではなくて、この子には困ったね、困った子だねという感じ方をします。いくらおかしいのはあなたの方だと説明しても全く聞く耳を持ちません。自分を過大評価して他者を見下しているので、相手がおかしいとしか思えないのです。自分の非は絶対に認めません。このような親であれば、子供は一度も気持ちを理解してもらえることはありません。次に、心が未成熟で子供に関心がいかない親も人の気持ちがわかりません。心が成長していない人は、自分の欲求を満たすことや自分が不安から逃げることで精一杯です。他人の気持ちを理解する能力はありません。というのは、心が未成熟な人は、ああしてほしい、こうしてほしいがものすごく強いです。子供のように自己中心的です。でも依存心が強く心理的には弱いので、自分より強い人には自分を犠牲にします。だからストレスや憎しみが溜まっています。人間は誰でもストレスや憎しみが溜まればイライラしますが、そのイライラは弱い子供にぶつけることになります。そこで子供は、ああしなさい、こうしなさい、なんでこうしないんだと操作され、さらにイライラをぶつけられることになります。それでも心が未成熟な親は要求が激しいので満足しません。もっとああしなさい、もっとこうしなさいと子供の境界を無視して土足で上がっていきます。このように子供を一人の人間として尊重できません。悪意はないのですが、自分が生きることに精一杯なので、どうしても子供を自分の道具やロボットにしてしまいます。このような親は子供を愛していると言いますが、子供の一番好きな食べ物がわからなかったりします。これでは子供の気持ちを理解することは不可能です。心の必要性が強い親も同じです。例えば病的に劣等感が強く、憎しみを抑圧しているような親の中には、子供を一流大学に入れて周りを見返そうとする親が出てきます。劣等感や憎しみが強すぎて、子供を一流大学に入れないと自分が保てないのです。だから強迫的にそうしないといられません。これが必要性が強いということです。この状態では子供の適性や気持ちなどを考えられません。子供は勉強よりスポーツが向いているとか、子供は大学など行きたくない、あるいは偏差値は低くても自分に合っている大学に行きたい、などという子供の気持ちは無視します。これは恐ろしいことです。子供の人格を殺しています。
それでいて、子供を一流大学に入れれば将来子供に感謝されると思っていたりします。それほど人の気持ちがわからないということです。もちろん子供が自分から行きたくて、それを援助して行かせてあげたのなら感謝されると思います。でも、子供を操作して、子供の意思と感情を奪って、親の期待を子供の目標と思わせて一流大学に行かせた場合は、後に子供の心はおかしくなっていきます。このような人の気持ちがわからない親に育てられた人は、自分の人生に何が足りていないかを理解して、自分でそれを補う必要があります。なので、欠けている体験を考えてみましょう。世の中には子供が可愛いので、子供を中心にして、いつも子供の話をよく聞いてくれる親がいます。子供が元気がないときは、なんで話さないんだろう、何があったんだろう、と気持ちを考えてくれる親がいます。子供がいらないと言ったら、その言葉をそのまま受け取るのではなく、なんで欲しいはずなのにいらないと言ったんだろうと言葉の裏の気持ちを考えてくれる親もいます。子供の気持ちを理解し、子供が悲しんでいる時に一緒に悲しい顔をしてくれる親もいます。子供が嬉しい時に一緒に嬉しい顔をしてくれる親もいます。あるいは子供はよく嘘をつきますが、なんで嘘をついたんだろうと考えてくれる親もいます。気持ちを汲んでもらうということは、愛をもらっているということです。でも、人の気持ちがわからない親や冷たい親に育てられた人は、これがなかったんです。人の気持ちがわからない親は、子供を愛していようがいまいが、子供にとっては冷たいんです。例えば、子供が学校の工作で、お母さんの好きな猫の版画を作ったとします。そして、お母さんこれあげると言っても、そっけなくありがとうというだけで喜んでくれない。あるいは子供が洗濯物を干すのを手伝うと言っても、余計に時間がかかっちゃうからお母さん一人でやるよと自分一人でやってしまう。子供は、ありがとう、〇〇ちゃんに手伝ってもらえて助かったよと承認されたいんです。でもこのような親だと、他にも気持ちを理解して共感してもらうことがありません。例えば、悲しかったのね。そんなことがあったら大人だって悲しいよ。辛かったね。それを経験したら誰だって辛いと思う。こうして欲しかったのね。そりゃそうだよね。その状況ならこうして欲しいよね。気持ちがわからない親に育てられた人は、このような思いやりと優しさ体験が欠如しています。人間は一人ずつ持って生まれた遺伝子が違いますが、親も全く違うんです。こうなると、一人ずつ全く違った人間になります。自分はみんなと比べて劣っている。みんなのようにあれができない。と人と比べていること自体がナンセンスです。同じ遺伝子を持って同じ親のもとに生まれてきたのなら比べられるけど、全く違う親に育てられているのに、人と比べて自己蔑視をしているのはとてもおかしなことです。次は、人の気持ちがわからない親に育てられた人に起こり得る症状を考えてみたいと思います。一つ目は自己肯定感の低下です。
子供は気持ちを理解してもらって、その気持ちを承認してもらって、自分に自信をつけていきます。親が子供のことを思っていたとしても、子供の気持ちを軽く見る親であったり、一方的に、お前は何も分かっていないんだから親の言う通りにしなさいと子供を操作する親では、子供は自分に力を感じられなくなります。2つ目は社会的スキルの欠如です。人の気持ちがわからない親では、どれだけ話しても心は触れ合いません。ナルシシストの親や子供を軽く見ている親は、親は偉くて子供は身分が低いという感じ方になりがちですが、これだとなおさら心が触れ合いません。子供は自分を一人の人間として尊重してくれる親に話を聞いてもらうことで、親と心が触れ合って社会的スキルが育ちやすくなります。3つ目は認知の歪みです。このような親は偉くて子供は身分が低いという感じ方をしている親は、子供への質問がただの質問ではなくて、攻撃のニュアンスが含まれていることが多いです。そこで子供にとったら、親が心理的に敵になります。例えば、子供が学校に行けなくなったとします。なんで学校に行かないんだ？なんでみんなは行けるのにお前は行けないんだ？何が嫌なんだ？教えてくれ。これは質問のようであっても、子供を責めています。子供の気持ちを大切にする親は、あなたが学校に行かないのにはあなたなりの理由があるんでしょう。それについて一緒に考えてみよう。と言うかもしれません。あるいは子供の友達が万引きで捕まったとします。お前もやったのか？というのは、ただ心配して聞いているだけであったとしても、子供にとったらものすごく傷つきます。信じてもらえていないのと同じです。このような親は、心配だから聞いただけというかもしれませんが、これは人の気持ちがわからない人の言葉です。仮に子供が万引きをしていたとしても、小さい子供が万引きをするというのは、お金の問題ではなくて、寂しいとか、気を引きたいとか、ストレスとか、何か心に関係していることが多いです。だとしたら、親の落ち度かもしれません。でも気持ちのわからない親は、そういうことは考えずに、逃げ場がないほど子供を追い詰めたりします。親は子供のためを思って怒っているし、怒ってもご飯をあげているし、子供の将来を心配しているので、親からしたら子供は大切な味方です。でもこのような親だと、子供からしてみたら味方になってくれていないのだから、心理的には敵です。親が心理的に敵だった人は無意識で、周りの人はみんな敵と感じる認知の歪みができているかもしれません。気持ちのわかる親は叱る時であっても、逃げ場がないほど追い詰めたりせず、行動だけを咎めます。人格を否定するつもりや存在を拒絶するつもりはないことを子供に伝わるように細心の注意を払います。4つ目は、自分の気持ちや人の気持ちがわからなくなります。心が未成熟な親は子供を操作しようとする意図が強くなるので、何泣いてんの？そんなことで泣かないの？そんなんで落ち込んでたら大人になったらどうすんの？そんなことで怒ってないで早くこっち来なさい。このようになります。このように
本当の自分の感情を拒否されて育っていたら、本当の感情を感じられなくなるし、心は育ちません。さらに、子供を操作しようとする親は、子供の遊び、子供の友達、子供がやる部活、将来就く仕事なども操作しようとします。操作されて親の道具にされてしまった子供は、自分の好きなことややりたいことや自分の気持ちがわからなくなります。このような子供のかわいそうなところはまだあります。それは、人の気持ちがわからない親は自己中心的で自分自分自分なので、いつの日か子供が親への依存心を克服できた頃に嫌われることが多いです。ナルシシストの親はもちろんですが、ナルシシストに限らず、自己中心的で人の気持ちがわからない親は、嫌われた時も自分自分自分です。自分が子供からひどい仕打ちを受けているという感じ方になります。子供にかわいそうなことをしたという意識がゼロです。自己中心的であればあるほど、子供を傷つけたことには全く気づきません。このような親に育てられた子供は、本当の気持ちを誰にも分かってもらえません。誰にも自分の気持ちを承認してもらえずに生きているので、自分でも自分の本当の気持ちに気づいていないかもしれません。そしてこのように親との間で心の触れ合いがなかったり、社会的スキルが育たなかったり、周りは敵と感じる歪みができたり、自分の気持ちがわからなくなったりすれば、その人も人の気持ちがわからなくなります。このようにして、人の気持ちがわからない親に育てられた人も人の気持ちがわからなくなります。では、ポイントを振り返ります。抑圧が多い人、心の必要性が強い人、心が未成熟で人に関心がない人、親との間でコミュニケーションがなく心理的に一人で生きてきた人、人が怖い人、ナルシシストなどは人の気持ちがわからなくなります。子供は親に自分の気持ちを理解してもらって、承認してもらって、これでいいんだと自信をつけていきます。でも人の気持ちがわからない親は、子供の立場からものを見ようとすることができない人です。子供の気持ちがわからない親も、悪意から子供の立場に立たないのではなくて、子供の立場からものを見るという能力がない人です。それでも子供は親から愛を求める生き物です。何度も何度も承認してもらおうと頑張ります。もしかしたら大人になってもまだ承認を求め続けている人もいるかもしれません。そこでたまに実家に帰ると、その度に何も分かってもらえていない、全く気持ちを汲んでもらえないということを再確認するということを繰り返しているかもしれません。親が人の気持ちが分からないということは、親の愛情と関心を求めている子供にとっては、無視をされ続けているのと同じです。子供が親に求めている愛情と関心を無視されるということは、心の成長に必要なものをもらえないということです。さらに、ナルシシストの親や、心に問題のある親や、心の未成熟な親は、子供の気持ちがわからないだけではなく、子供を肯定的に見れません。だから子供はこのような親と話すと誤解されて批判的に解釈されることが多いです。気持ちを理解してもらえずに批判的に解釈されることが多ければ、
自分の意図通りに伝わらないことを無意識で恐れるようになってもおかしくありません。そこで、このような人の中には、友達と話すときにも、自分のことをきちんと分かってもらいたくて、これこれこうでこうだったんだという必要のない詳しい説明を聞かれてもいないのに必要以上にペラペラ話す人がいます。相手はなんでそんないらない説明するんだろう。なんかこの人変だなと感じているかもしれません。他にも人の気持ちがわからない親に育てられた人はいろいろ心に問題が出ます。欠けているところを把握して、今から一つずつ取り戻していく必要があります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分の本当の気持ちを考えてみようです。親に気持ちを大事にしてもらえなかった人は、自分でも自分の気持ちを大事にできていないかもしれません。特にとても大事な時期の気持ち、つまり小さい頃に感じていた本当の気持ちがわからなくなっているかもしれません。本当の気持ちは人によっていろいろですが、例えば当時の愛されたかった気持ち、触れ合いたかった気持ち、もっと大切に扱ってほしかった気持ち、気持ちを汲んでほしかった気持ち、本当の気持ちを理解してほしかった気持ちなどを完全に封印してしまっていないでしょうか。そして大人になった今でも、親に子供を傷つけるようなことをしてきたことに気づいてほしい気持ち、過去形ではなく、今でもひどく傷ついていることに気づいてほしい気持ちなどを本当は伝えたいのではないでしょうか。本当は分かってほしいのではないでしょうか。でも、どうせ無理だと諦めて、その欲求を眠らせたままになっていないでしょうか。よかったら自分の心の底に眠らせてしまった本当の気持ちを考えてみてください。欠けているものを補うことは重要です。今からでも自分の気持ちを分かってもらうことはとても大切なことです。もう親は絶対に無理だというのであれば、人の気持ちが分かる人のところに行って安全基地を作ることもとても大切なことです。次回はこの動画の続きとして、アダルト・チルドレンが安全基地を作るにはという動画を作る予定です。親に気持ちを汲んでもらったことのない人にとってはとても大切な内容です。また、このような環境で育ってきたために、自分も人の気持ちがわからなくなってしまったという方は、前回の人の気持ちがわからないアダルト・チルドレンという動画で、人の気持ちがわからない人はどのようにしていけばいいかという話をしていますので、そちらも参考にしてください。人の気持ちがわからない親のもとで育ってきた人は、他にも自信がなく自己肯定感が低い問題、心の触れ合いがなかったために社会的スキルが育っていない問題、親が敵だったために責められていると感じたり、周りは敵と感じる問題、親に操作されて生きてきたので依存心が強く残っていて自分の人生を生きられない問題、心が成長していない問題などなどいろいろあると思いますが、それについての動画や再生リストを概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。